はい、どうも金子でございます。ということで、今日なんですけども、毎年恒例、潮干狩り企画でございます。でね、今年はアサリが調子が悪いということで、代わりにハマグリを取りに来ました。国産の天然のハマグリが取れる会場があるということでね、来ました。目標はもうボールに1杯ぐらい取って、家でハマグリのフルコースを作っていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、来ました。お金も払ってきたということで、掘っていきます。意外とね、こう砂地なんですよね。で、砂地にこうハマグリがいます。浅く掘っていく感じですね。広く浅くこうガリガリガリとやってるとカツンと言います。でカツンと言ったらいるなっていう感じですね。でここには5種類ぐらい貝がいますね。まず本命のハマグリ、鏡貝、モチ貝とも言いますね。バカ貝、青柳ですね。でマテ貝、長細い貝ですね。であとは潮吹きっていう貝がいるんですよ。で潮吹きって貝がハマグリそっくりなんですけど、あんまり美味しくないんですよ。ほんとハマグリと潮吹き似てますんで、違いも今日はレクチャーします。まずはとにかく掘っていきます。でね、こう踏んでって柔らかいところは誰かが掘った後なんで、硬いところになっていきます。でこうこれ1個出てきましたね。これがハマグリそっくりの貝、潮吹きっていうんですよ。でハマグリに比べて厚みがあります。厚みがあって、でね、ハマグリと比べてこう左右対称なんですよ。ハマグリと比べれば一発でわかるんでね、ちょっとハマグリ取りますか。いた、これがハマグリですね。ツルツルの。でさっきのこれが潮吹き、ハマグリと潮吹き。これがモチ貝、鏡貝ですね。これもまあそんなにめちゃめちゃ美味しい貝ではないので、これスルーします。これがね危ないんですよ。赤クラゲっていうクラゲ、これ触手に毒があるんで、これ気をつけてください。まあこれ打ち上がってますけど、打ち上がってても危ないんで、ここですね、このヒレヒレのとこ触るとビリビリってきます。これ潮干狩りとかには結構いますんでね、これ気をつけてください。めちゃくちゃいい方法を見つけた。熊手でかくんじゃなくて、こういう水場にこう座り込んで、手でこうやってグワーってやって砂を巻き上げるんですよ。そうすると思いましたね、冷た貝取れましたね。これウンネって言います。これはね、アサリとかハマグリを食べる貝なんで駆除対象ですね。でこれも美味しいですよね。うわ、ここら辺めちゃめちゃボコボコする。これハマグリですね。これゴロゴロ出てくる。ほら、水をかき回してこの横の壁を削るイメージ。こうやって削るとハマグリが出てくるんですよ。はい、というわけで3時間ぐらい掘りました。こんだけと、あとこれバケツ1杯、こんな取れました。もうね、潮干狩りは掘る時代は終わりました。回す時代です。時代変わってきてます。でこれ2キロまでは入場料でいいんですけど、そこから1キロ1000円かかるんで、あんまり取りすぎても金額がどえらいことになりますので、今日は帰りたいと思います。というわけで帰宅。ただいまというわけで帰ってきました。で1日経過しました。でね、持ち上げてみたらもうとんでもない量取ってたんですよ。多分10キロぐらい取ってて、これ全部持ってっても食べれないし、追加料金でもとんでもない値段になっちゃうなと思って、自分で食べる分だけこれ持ってきて、あとはばらまいときました。どうしてもね、こう熱くなっちゃうんですよね、僕。ああいうのってガーって取っちゃうんですよね。食べる分だけ持ち帰ってきました。ということで、本日の食材がこちら。取れたてハマグリということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。取れたての天然ハマグリ。っていうことでね、大きそうなところを持ってきたんですよ。ちょっと見てみましょうか。これがハマグリですね。大きいです。これなんてめちゃくちゃ大きいですね。僕の拳の半分ぐらいあります。で、これがハマグリに似た貝。潮吹き貝ですね。これもちょっと食べてみようということでね、持ってきました。あとこれ、なんか謎の貝なんですよね。1個だけ出てきたんですよ。冷た貝はいっぱい出てきたんですけど、こいつだけなんかね、違ったんですよね、様子が。これも、ちょっと一応食べてみましょう。で、これが鏡貝ですね。あと他になんかいたかな。あといた。すごいよ、このアサリ。ハマグリ100個に1個ぐらいね、アサリが混じってきたんですけど、すごいいいアサリなんですよ、これ。今の時期アサリって卵持ちますんで、身がパンパンになるんですよね。で、身がパンパンになったアサリってどうなるかというと、身がはみ出ちゃってるんですよね。こうやって殻に収まりきれてないんですよ。こういうアサリは最高です。
こんだけの種類の貝が取れました。そしたらこちらのハマグリたち、1日海水につけて砂吐きはしっかりできております。で、砂吐きが終わりましたら、ハマグリ、次の工程があります。塩出しっていう工程があります。塩出しって何かと言いますと、このハマグリは中に海水をたくさん含むんですね。なので、砂出しが終わった直後、海水から出して、洗ってすぐ料理しちゃうと、ハマグリの中の海水が料理に入り込んで、すごく料理がしょっぱくなっちゃいますんで、塩抜きをします。その塩抜きの方法も今日やっていきますね。まずは出していきます。で、取れたてのハマグリってこう、ネバネバなんですよ。このネバネバって何かと言いますと、ハマグリってこのネバネバをこう、ブワーッと出して、波に乗って移動するみたいです。ね、これ移動手段なんですって。これでだいたい2キロです。で、これがさっきまでハマグリが入ってた海水。こんだけ砂が出ました。そしたらこれを一度きれいに洗います。大きいので一個一個手洗いでしっかり洗っていきます。特にこういう黒くなってるハマグリ。これって多分ね、砂の鉄分かなんかの汚れなんですよね。なので、これ割と料理に影響しちゃうと思うんで、きれいに洗います。完璧には取れないんですけど、きれいに洗ってください。で、ちなみにハマグリっていうのは大まかに3種類いて、一つ目が、で、今日取ったこちらのハマグリ。これが、ヤマトハマグリって言います。これ日本固有のハマグリです。クワナとかのハマグリが有名じゃないですか。そのクワナのハマグリと一緒の種類のハマグリ。ヤマトハマグリ。で、次に、朝鮮ハマグリ。で、朝鮮ハマグリは、主に千葉の方で取れますね。ヤマトハマグリに比べてね、そうだな、こう、平べったいというか、こう、左右対称というか、で、つるっとしてますね。で、もう一つが、シナハマグリっていうハマグリがあります。これがね、中国産のハマグリが多いですね。そしたらこのように綺麗に洗えたら、このザルに乗っけたまま、こういう風にボールかなんかに受けます。で、これで冷蔵庫に置いておきます。そうするとまだハマグリ生きてますんで、口が開きます。で、その口が開いたタイミングで、ハマグリの中の海水が下に落ちます。1時間から2時間ほど置いておきます。それじゃあ少し待ちましょう。はい、そしたら3時間ほど経過しました。開けてみましょう。こうやってハマグリがね、口開いてるじゃないですか。それで下に海水が落ちてると。ほら、こんだけハマグリから海水が出てきました。これで塩出しの完成。そしたら今日はこちらのハマグリを使って、もうシンプルに食べていきたいと思います。お吸い物と網焼き。こちらの2品作っていきたいと思います。そしたらまずはお吸い物ですね。お水に、鰹節。ちょっと荒削りしかなかったんで、今日は荒削りでいきますね。本当はお吸い物は花鰹がいいんですけどね。で、これを15分ほど煮立てます。はい、そしたら出汁が引けましたので、こしていきます。うわー、いい出汁が取れとる。綺麗な一番出汁引けました。そしたらお鍋にまた出汁を戻して、で、火にかけます。で、そこにちょびっと醤油入れます。ちょんとね。で、それと同じぐらいのみりんも、ちょんと入れます。で、そこに今からこちらのハマグリを入れて、ハマグリエキスをプラスすることによって、ガツンとうまいお吸い物になります。じゃあ入れます。今この色ですけど、ハマグリが開くと一気に色が変わりますんで、見とってください。だいぶ開いてきましたね。かなりスープが白濁したの分かりますかね。これがハマグリの旨味なんですよ。ある程度ハマグリが開き始めてきたら、そこに日本酒をちょっと垂らします。で、もうちょっと熱してアルコールを飛ばしていきます。はい、アルコールが飛びましたら、こちらをお椀に盛り付けていく。今日あえてネギも山椒の葉っぱも入れずに、シンプルにお出汁と貝だけでいきます。これで、ハマグリのお吸い物の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。そしたら、じゃあ焼きハマグリを作っていきましょう。焼いていきます。3個ぐらいいっちゃいましょうか。で、焼いてる間にお吸い物いただきましょう。この出汁の色ですよ。いただきます。うわ、濃すぎるぐらいうめえ。なんじゃこれ。これでお酒が飲めるぐらい、そのぐらい濃いです。そしたらこちら、プリップリのヤマトハマグリ、いただきます。うめえ。売ってるやつより味が濃いですね。なんでだろう。新鮮だからかな。うまい。そしたらいろんな貝食べてみましょうか。まずはこちら、アサリです。もう身がパンパンでしょ。これが今の時期のアサリなんですよ。いただきます。うまい。ハマグリとはまた違った味わいがありますね。次はこちら、鏡貝。ちょっと身が落ちてるんですけど、これが鏡貝の身ですね。水管がすごく長いですね。ビヨーンとしててね。砂はけてるかな。いただきます。あかん。
ダメですね。砂がまだ全然抜けてませんでした。そう、この貝って砂が吐きにくいんですよ。本当にね、吐かなくて。なので生の状態で一回割って、で、砂を洗うようなタイプの貝なんですよね。そしたら次こちら、ハマグリそっくりの貝、潮吹き。これもね、砂が吐きにくいって言われてます。こう、色もハマグリと全然違いますよね。黄色っぽいというか。これも食べてみますね。いただきます。砂はないですね。意外に美味しいですね。でもハマグリと比べたらちょっと独特な風味がありますね。そんなこんな言ってる間にハマちゃんがいい感じになってきました。お、1個開きましたね。開いたらこれをハマグリ汁を1回ここに入れて、でもう一度戻します。で戻したらみんな大好きバターを1かけ乗せて、中に直接こう入れちゃいます。こうやってでバターを乗せたらそこに醤油をちょっと垂らします。お、こっちも開きましたね。うまそうな身だな、これ。これですよ。よし、じゃあこれはもういいかな。じゃあ、いただきます。うめえ。ちょっとこのレアな感じいいですね。このお汁もうまいですよね。うめえ。もうこれが一つのスープ。はい、ということで今日はこちらのハマグリのお吸い物と網焼きときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でんゲームのやつ。いち早く飲みたい。はい、よいしょ。お、うまくいった。はい、こちら。綺麗な7対3ですね。いただきます。で、からの、これを、ハマグリを飲んだと同時に、銀色のやつ。これがハマグリの食べ方です。それじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、あれからビールを7本ぐらい飲んだんですけども、ちょっとベロベロです。本当に、うまいなあ。ハマグリは今の時期貝が美味しいので、皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。ちょっとル列は回ってませんけども、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あかんな、飲みすぎちゃうな、なんかハマグリは。